ご視聴ありがとうございます。今回は都営三田線の最終盤を迎えた工事に迫ります。設備と車両の両面から路線が変わる今、もうすぐなくなるあの設備に注目です。都営三田線は目黒駅から西高島平駅まで東京の都心を貫く全長 26.5 キロの路線です。1968年に最初の区間が開業した後、数回の延伸を経て2000年に目黒駅まで開業し、東急目黒線との直通運転を開始しました。目黒白金高輪間は東京メトロ南北線との共用区間です。今回は全線開業から20年以上経ってから訪れる変化をご紹介します。以前別の動画でご紹介した白金高輪駅から三田線の列車に乗ります。反対側に停車しているのが南北線の列車です。最初に向かうのが路線名にもなっている三田駅です。三田線の起点は目黒駅ですが、目黒駅は東急が、白金台と白金高輪の両駅は東京メトロが管理しているので、三田線の変化という意味では三田駅から始めるのが順当です。ちなみに白金高輪から三田までの間の大半が三田線としては珍しい単線シールドトンネルで建設されています。白金高輪から2分で三田駅に到着です。ちなみにこの駅、割と珍しい2階建て構造になっており、このホームが下、逆向きのホームが上にあります。三田線のホームドアは南北線とは違い、腰までの高さとなっています。線内では2000年夏にホームドアの導入が完了し、同年にワンマン運転が開始されました。ホームドアの導入は都営地下鉄では最も早く、都内の地下鉄でも南北線に次ぐ速さでした。発車サイン音も都営の仕様になっており、白金高輪駅よりも渋いサウンドです。ホームの前方を見ると、列車が止まっていないところにもホームドアが続いているのがわかります。もう少し前方へ行きましょう。三田線の列車はすべて6両編成ですが、将来の8両編成化に向けてホームドアの増設が行われており、ホームの前方には2両分のホームドアが準備されています。この駅はホームの後方に浅草線との連絡通路があるため、停止位置は後ろ寄せですが、停止位置の寄せ方は駅ごとに異なっています。構内の設備の関係上、一番手前にあるドアの前までは行けますが、その先はフェンスがあり、先へは進めないようになっています。なお、展示ブロックは途中で切られており、稼働していないドアまで人が進むことがないようになっています。床面を見ると、展示ブロックを敷くことを考慮したタイル割りになっていますね。各駅では、ホームドアの改修の一方で発車案内表示器の交換が進んでおり、フルカラー駅長で表示が見やすいものになりました。列車接近時にはオレンジ色が目立ち、視覚的にわかりやすくなっています。そして、ホームドアの底面にはライトとディスプレイがあり、こちらも列車の接近が視覚的にわかります。この辺りで、次の芝公園駅を目指します。と言いつつ、駅間距離は 0.6 キロ。三田線で最も短い区間です。ドアが開きました。ここで何か気づかないでしょうか。そう、三田駅と違い、ホームドアの音がありません。ホームに降りてみます。ホームドアの設備自体はあり、ドアの部分を開いています。ただしこのドア、車両のドアとは連動しておらず、閉じることはありません。ホーム側のドアが開いたまま、列車は動き出します。実は芝公園駅では、ホームドアの増設がまだ完了しておらず、調整が完了するまでは、設置されたホームドアは開放状態になっています。足元では、ホームドアの前に設置されている展示ブロックがカバーで覆われています。一方、車椅子のために床が上げられている部分には、もともと展示ブロックはありません。なお、8両編成でしか使用しない部分は、常に閉鎖状態になっています。ホームドアが閉じた部分と開いた部分が混在しているため、ホームには4人程度の係員が常に配置され、ホームドアの本稼働まで、この体制が続きます。この駅はホーム幅が狭く、通行しにくい場所もあるだけに、人によるフォローは重要です。本稼働までは、ホームドア本体のライトなども作動していないことがわかります。三田線のホームドアをめぐる変化はこれだけではなく、この先、状況の異なる駅が続々と出てきます。次の御成門駅へ向かいます。今乗っている車両は、何度か登場している6300型ですが、初期に製造された編成のため、内装やモーター音が違います。
ボナリモンではホームドアが稼働しているため、車両のドアチャイムと合わせて、ホームドア側のチャイムも鳴っています。ただし、ホームに降りると、様子が異なることがわかります。この駅のホームドアは、先ほどの2駅のものとは見た目が違います。ドア本体には窓がなく、ステンレスの仕上げが寒々しい感じです。ドアを収める部分も、真っ白だった先ほどの筐体よりくすんだ色になっており、ラインカラーの青も色が濃く、上には赤い線も入っています。これは、6300型のラインカラーの配置と全く同じです。一方、1号車の先頭から向こうを見ると、およそ1両分、ドアのない壁が続いているのが見えます。その手前には、立ち入り禁止のフェンスが。お気づきの通り、ずんぐりとしたこのホームドアは、先ほどの2駅のものよりも、先に設置されたものです。実は、三田線のホームドア増設計画は、2両分のホームドアを増設するのではなく、2000年までに設置された初代ホームドアを撤去した上で、8両分を丸ごと新設する手順になっています。各駅の工事には、複数のステップがあります。既存のホームドアを撤去する前に、まず、ホームドアそのものの稼働が停止され、ドアは開放状態になります。この後で既存のホームドアが撤去され、新しいホームドアを据え付けられるまでの間、仮設の柵だけになる期間があります。その後、仮設柵の撤去と入れ替えで新しいホームドアが据え付けられますが、本稼働するまでは余分の2両分を除き、ドアは開放状態となります。このようなステップを踏むため、工事には1駅あたり平均で2、3ヶ月かかります。もちろん全駅で同時に進めることもできず、2019年9月に高島平駅の2番線と3番線の工事が完了した後、おおむね西高島平駅寄りの区間から更新が進められてきました。ちなみに、高島平駅の2番線と3番線は、両側の線路より使用頻度が低いため、ここが第1号に選ばれたようです。なお、1999年に三田線で初めてホームドアが設置されたのも、この高島平駅です。話は少々変わりますが、三田線はもともと、建設当初から最大8両編成での運行を視野に入れており、構造物は8両化に容易に対応できるように設計されていました。以前、別の動画でご紹介した志村車両研修場も、8両編成を収容できる構造で建設されています。8両化にあたって、設備側で大掛かりな工事になるのはホームドア程度ですが、このような手順を踏むため、工事にはそれ相応の時間がかかるというわけです。新旧のホームドアを一晩で直接入れ替え、翌朝の始発から供用されるような早業ではありません。また、同じ駅の場合、基本的に既存のホームドアの稼働停止と新しいホームドアの稼働開始は同じ日ですが、仮設柵の設置や撤去の時期は番線によって異なっています。その様子を見るため、次の内幸町駅に向かいます。芝公園駅と同じく、ホーム側のチャイムが鳴りません。そして車外から見ると、既存のホームドアが撤去され、先ほど解説した固定式ホーム柵になっています。パイプ状の部材でできているため、普段はなかなか見えない側面の下部がよく見えます。三田線や乗り入れ先各線にはホームドアが完備されているので、他の路線でよく見かける転落防止ホルは、この車両にはありません。反対側の1番線側では、新しいホームドアの設置が完了し、本稼働を待つばかりとなっています。仮設柵の設置や撤去の時期は番線によって異なるため、この駅では左右で状況が異なる光景が見られます。3週間ほど前の様子がこちらです。2番線側は既存のホームドアの稼働が停止され、ドアの縁に誤作動を防ぐためとおぼしきテープが貼られています。注意喚起のステッカー類も剥がされ、少々寂しい感じです。一方、1番線側は仮設のホーム柵に置き換わっており、既存のホームドアの稼働を止めた後、1番線側から作業を進めていったことがわかります。このホーム柵、一つ一つの幅は同じで、2個並べて配置しているところもあれば、車両の間の部分は隙間をテープで埋めて補っているところもあります。どの柵でもテープが引っ掛けられるようになっている一方、横の出っ張りがあるものとないものがあるなど、微妙な違いもあります。また、ドア位置の案内は非常に文字が小さく、展示案内はありません。この駅のホームは幅も広く、通行に困る場面はそれほどありませんが、係員による誘導は大切です。また、構内ではアナウンスによる注意喚起もなされています。内幸町駅の工事は、11月30日から2月中旬まで、およそ2ヶ月半続きます。そして先ほどの柵は、番線ごとに一斉に設置されたわけでもありません。
2番線側を後ろに進んでいくと、列車が止まらないあたりに、既存のホームドアが少しだけ残されている場所があるのがわかります。列車が止まらない場所は、隣の御成門駅と同じく、もともと同じ見た目の筐体で塞がれていたのですが、ドアに当たる場所とそれ以外で、ホーム柵への置き換え方が異なっています。時間がかかる以外にも、順序も複雑なことが伺えます。一方、隣の日比谷駅では、先に見た御成門駅と同じく、既存のホームドアが稼働しています。駅によって進捗状況の異なるホームドア更新工事ですが、各駅で状況が入り混じっている区間は、残りごくわずかとなっています。2019年夏から地道に進められてきたホームドア更新工事は、実は最終盤になっているのです。この動画で取り上げた駅の中で、すでに状況が変わっている駅があります。1月12日の始発から、芝公園駅の新ホームドアの供用が始まり、同時に、御成門駅の旧ホームドアは、常時開放状態となっています。ホームドアの更新が完了していないのは、24駅中、4駅だけ。既存のホームドアが稼働しているのは、日比谷駅と、2つ隣にある神保町駅のみとなりました。この両駅に関しても、神保町駅は2月9日、日比谷駅は3月上旬に、既存のホームドアが停止されることになっています。6300型のラインをまとったホームドアが三田線から姿を消すことは、車両の世代交代にも重なります。新しいホームドアには赤いラインはなく、青いラインの色合いも少々明るくなっています。ラインが曲がっている場所もないシンプルなデザインは、密かに増えてきている最新鋭車両、6500型のデザインに似ています。6500型導入時のプレスリリースによると、この車両は2022年度から営業運転入りすることになっています。また、三田線と直通各線のダイヤ改正は今年春の予定となっており、具体的な日付は決まっていません。ダイヤ改正と同時に営業運転入りといきたいですが、過去のダイヤ改正は3月中旬に行われており、日比谷駅のホームドア更新工事は、それには間に合いそうにありません。ホームドアの更新が完了し、受け入れ準備が整ってからの営業運転入りとなりそうです。また、先輩にあたる6300型は、1993年にデビューした車両であり、初期の編成は製造から30年近くが経過しています。そして初期の編成の制御装置には GTO サイリストと呼ばれる一昔前の半導体が用いられています。他社の車両ではリニューアルなどのタイミングで機器が更新されたものも多い中、6300型はそのままとなっています。デビューした頃、首都圏では JR 以外ではあまり見かけないクロスシートを備えていたこの車両。車内の床材が取り替えられて綺麗になった編成もありますが、6500型に置き換えられることになっています。一方、東急目黒線の終点、日吉駅から先、相鉄に直通する相鉄、東急直通線は、2022年度下期の開業を予定しており、来年度の三田線ではイベントが目白押しです。ご視聴ありがとうございました。